世界のジャパンチャンネルへようこそ。ナビゲーターのエリです。作品のテーマや社会状況の反映から著名人や文化人に注目されるだけでなく、普段はアニメを全く見ないという一般人にも幅広く受け入れられ、社会的ブームを巻き起こしたアニメ新世紀エヴァンゲリオン。コンビニにグッズが並んだり、フィギュアやパチンコになったりと、現在でも多くのファンに支持されている大人気アニメです。今回はそんなエヴァンゲリオンとあるもののコラボに関する話題と、それに対する海外の人々の反応をご紹介します。この動画では今まで知らなかったことや参考になる情報をたくさん盛り込んでいますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただき、動画を楽しんでいってください。それでは行きましょう。1995年放映開始のテレビアニメ新世紀エヴァンゲリオンは、謎だらけのストーリー展開や精神的に追い詰められる主人公たちのリアルな心理描写など、あらゆる面で斬新な内容が日本だけでなく世界まで広がり、様々な反響を呼びました。登場人物も個性豊かなキャラが多く、その中でも人気なのが主人公と同級生である蒼龍アスカラングレー。強気な態度の中に見え隠れする確かな寂しさを感じさせる彼女は、どこかほっとけないような存在で、世界中で愛される主要キャラクターの一人で、そんなアスカが以前海外の人々の間で話題になっていました。それは2015年に発表されたエヴァンゲリオンと日本刀店がコラボしたドールで、四季並みアスカラングレーと日本刀として販売されることが決定したという内容。エヴァンゲリオンと日本刀店はアニメエヴァンゲリオンシリーズの世界をデザインモチーフとした日本刀の展示会です。第1弾のアスカのドールは赤地にボタン柄の着物姿で短刀を構えており、帯は AT フィールドをイメージしたかっこいいデザインに。赤色の鞘と透かし彫りの入った日本刀は実物を可能な限りミニチュアで再現しており、手に持たせたり専用の刀掛けに飾ったりして楽しめるそうです。当時の販売価格は16,200円で、第2弾のマリ、第3弾のレイのパッケージを3つ揃えて横に並べると屏風絵の絵が完成する仕様。この第1弾のアスカと日本刀のコラボドールが発表されると、その衝撃は国内にとどまらず海外の熱いファンをうならせたようで、たくさんの感想が世界中から届いていましたので、一緒に見てみましょう。海外の反応。エヴァの大ファンってわけじゃないけど、クオリティは素晴らしいと思うわ。確かに着物と日本刀のコラボは決まっているね。日本ならではの心躍るコラボだ。でもアスカの顔はあんまり似てないかな。エヴァの世界を思い出すためにもう一度全部見直してくるわ。仕事を休んで行ってこい。俺はアスカじゃなくてレイの着物バージョンが待ち遠しいよ。エヴァってハッピーエンドで終わるのかな。世界中でいろいろな予想がされているけど、とりあえずミサトさんには幸せになってほしい。この人形だったら俺も欲しいけど、16,000円か。イギリスまでの送料ってどのくらいかかるんだろう。日本が羨ましいぞ。日本がちょくちょく俺に手招きしてくるんだが、僕は日本にいる友人に頼んだよ。頼まないと一生後悔すると思って。アスカはあの刀で AT フィールドを切るってことか。でもなんか短くないか？担当より顎の鋭さが気になるぞ。登場人物の中だと着物が似合うのはミサトじゃない？アスカはなんか子供っぽく見える。ははは、当たり前だろ。アスカは子供だよ。サイズはどのくらいなのかな？結構いい値段するし、大きいといいな。顔が少し変に見えるのは自分だけ？アスカはふざけてるわけじゃないよね。
特に変には見えないけど、着物と刀がなんか合わない気がする。エヴァが溢れている日本はいいな。でも日本にいたら秋葉原に入り浸って破産すると思う。冷静になったら。もしレイバージョンならロンギヌスの槍を持っているんだろうな。そして着物と日本刀の組み合わせが素晴らしいし、クオリティが高いね。かわいい。最初私も日本刀って思ったんだけど、実際に見たらすごい似合っててびっくりした。大ファンなんだけど、一つ集め出すと止まらないんだよね。しかもエヴァって人気だから、コラボしてるの全部揃えたら貯金なくなる。エヴァのことはよくわからないけど、顔がちょっと変じゃない？アニメのアスカと似てない気がするよ。日本にいる友人家族が羨ましくて仕方ない。いや、これは価格が高すぎる。アスカの人気なのか、日本刀の価値があるのかわからないが、人形にこの値段は出さないだろう。確かに興味のない人からすれば高いかもね。でも好きな人にとってはたまらないものさ。君にだってお金をかけてでも欲しいものがあるだろう。いいこと言うな。よし、決めた。このアスカ買うわ。1万円あれば僕の国のケバブが1ヶ月毎日食べれるよ。人形より美味しい食べ物に使った方が絶対にいいと思う。この着物姿のアスカに怒られたい。かわいすぎるぜ。このアスカに怒られる？切られるぞ。そしてこれならシンジもだだこねないだろう。よくできてると思うけど、髪の毛の色はもっとオレンジ色の方が良かったんじゃないかな。いや、日本のはクオリティが高いよ。アメリカのと比較すればわかる。日本刀とのコラボより槍とかもっとでかい武器の方が良かったな。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。だから俺は日本へ行く。以上が海外の人々の反応でした。欲しい、高い、など様々なコメントがありましたが、世界でもエヴァンゲリオンの知名度は圧倒的なのが伝わってきましたね。今回はアスカのドールに関してご紹介しましたが、動画をご覧の皆さんはフィギュアじゃないの？と思った人も多いと思います。では、ドールとフィギュアの違いはどこにあるのでしょうか？ここからはその違いを分かりやすく説明していきます。ドールは日本語にすると人形で、用途としては鑑賞用ではなく使うものです。子供が洋服を着せ替えたり、髪を結んだりして遊ぶ玩具というとイメージがしやすいと思います。フィギュアでは服や髪は動かない固定素材でできていますが、人形の髪は結べるように、洋服は着せ替えることができるような素材や作りに。また、ひな人形やわら人形のように、厄払いや悪意を持って相手に災いが及ぶように呪う道具であったり、心霊が降臨して意志を伝えるために寄りつくもの、魔除けやお守りとして使うものも人形で、基本的には人間の姿をしているものの立体物のことです。人形以外のものをかたどった立体物はフィギュアという言葉に含まれるので、人形に関してはそれだけ範囲が狭いということになります。ただ、人間の立体物の場合にはフィギュアと人形どちらにも使うことができるので、その部分では線引きは曖昧なのだとか。対するフィギュアは見て楽しむもの、つまり鑑賞するものです。また、信仰の対象もフィギュアになるので、仏像やマリア像、ミロのヴィーナスなどもフィギュアに該当するのだとか。フィギュアは像というと分かりやすいかもしれませんね。日本ではゲームやアニメのキャラクターの像をフィギュアということが多く、イメージに形を与えたものということもでき、アニメキャラクターやアニメで登場するモンスターなどをかたどったものが多く、いろいろなものが作られています。そんなフィギュアは世界を見ても日本のクオリティは圧倒的に高く、かなり高価なものも存在するようなので、
日本においてはフィギュアの文化が根付いていると言えそうですね。ドールとフィギュアはかなり似た意味を持つ言葉であり、違いがあまりないとも言えるかもしれませんが、それぞれの定義は異なります。中には線引きが難しいビジュアルの作品もありますが、それぞれの特徴を理解し、正しく呼び分けをしてみると面白いかもしれませんね。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が少しでも良かったなと思っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。当チャンネルは毎日更新していますので、またのお越しをお待ちしております。